はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月25日繁栄月食から4月9日皆既日食までのこの2週間をタロットで見てみたいと思います。ちょっと星の補足もねしながら始めていきますのでよろしくお願いします。はい、ちょっとお知らせなんですが、アストロフレンズやタロットフレンズという私の方でメンバーシップやっていまして、これは星のことが好きな人とかタロット好きな人の勉強会を毎月やっています。で4月も5月もリアルで会ってね勉強する会もありますし、動画もねリアル参加はしたくないよという方も動画もう300本以上自由に見れますので、ご興味ある方は概要欄から詳細ご覧ください。そしてその勉強とかではなく情報だけ聞きたいなという方は LINE の方でも LINE フレンズというメンバーシップをやっています。これは情報だけ新月の情報とか、特に今回でしたら3月25日の月食ってこうだよとかっていうのを配信していますので、そちらもご興味ある方は LINE 登録もお待ちしております。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、お月さん、カップ4の逆、カップ3、太陽逆、女教皇逆、ソード9逆、ワンのエース。気をつけることや対策はカップの6の逆とフールとオラフルアー。はい、ストレングスの逆です。なるほど、そうですか。星で見た時にこの時期っていうのは非常に精神性が高くなったり、自分の今いるテリトリーからもう一歩出てみようとか、もう一歩手の届くとこまでやってみようみたいな知識も経験も行動も意識も全部がちょっと上がるみたいな時なんですね。ですのでこれは全体のエネルギーとしても3月20日以降もう春分の日を迎えてからエネルギーというのは暖かくなってくる、それに伴って獅子座の皆さんもねこの陽のエネルギーっていうのをふんだんに生かして、じゃあこういうとこまで行ってみよう、ちょっと出かけてみようとか、じゃあ勉強してみようとか、ちょっと運動してみようみたいな、すごく前向きなエネルギーとして使える時です。でそのエネルギー来てるよってすごく言われてるんですけども、でもまだ自分の中でそれをどう使いこなそうか、本当にできるかみたいなことをちょっと迷っているのかなって感じがしますね。でもね、いずれにしても4月9日までには動き出すと思います。最終的にやっぱりワンドのエースも出てるので、結局はするよねみたいな感じがあります。ただその一歩踏み出すまでの間にすごく急に心配事が増えたりとか、いやでもどうだろう、本当にできるかなみたいな、そういうマリッジブルーじゃないですけど、大きな出来事を達成したいことがあるがゆえに、その手前っていうのはちょっとナイーブになりやすいのかなっていう感じがありますね。でどうしよう、大丈夫かなっていう思いはありますが、全然心配することないんですよね。その自分がどうしようかなって思ってる、そのぐるぐる頭の中で回ってるっていうのが今の自分のテリトリーだとしたら、そこからいずれ出ますからっていう感じがあります。で一つちょっと注意なのが、星で見た時にやはり4月の2日から25日までっていうのは水星が逆行するんですね。でこの逆行期間っていうのは悪いとかいいとかではないんですけども、もし自分自身のことで言うならば、思考がね行ったり来たりしやすいっていうのがあるんですね。いや目標を立ててこうしたいと思っても、いやでもやっぱりできるかなとか、ああかなこうかなみたいな感じでいろいろ考えやすい、ぐるぐるしやすいんですね。立てた目標もちょっと違うかもみたいに修正したりっていうのもあれば、これはビジネスでも何かプロジェクト進めていこうとした時になかなかスッと直線ではいかないっていうのかな、修正したり違う話が出てきたりってしながら行くよっていう時なので、もう最初からそういう時なのかもねって思った時に余裕と確認を持って進めていく。予定は変更になるかもしれないということを前提で余裕を持たせておくっていうのがいいと思います。交通手段とかメールのやり取りとかコミュニケーションというのも誤解が起きやすかったりね、その電車も遅れやすかったりするので、そういったところもちょっと余裕を持って行動するようにしてください。そういう流れの時なので、より一層ねああかなこうかなっていうのはちょっと考えやすいですよねって感じはしますが、でもね過去にそうやってどうしようかなって思ってるけどやってみたらすごく良かったっていうことあると思うんですよね。過去にやったこと、そして一人だったら怖いけど誰かと一緒だったらできたとか、誰かに声かけてもらって一緒に行ったらうまくいったっていうこともあると思うので、そういった過去のうまくいった経験っていうものとか、その過去にうまくいった感覚っていうものを思い出してもらって、
進んでいってください。で今決して悪いわけじゃないんですよね。この時期ってさっき言った今の自分のテリトリーより超えられるよっていう時なので、すごい後ろからの追い風が来てると思っておいてくださいね。ただその方法をすごくこうあれこれ考えたりとか、いやこっちがダメならやっぱりこっちかもって言っても、なんか予定がもう0から100に変わるみたいな、そんな感じもあって、そうやっていろいろ動いてることを自分で責めたり、ああ違うとか、ああ失敗したとかっていうふうにこう自分で査定しそうだなと思ったので、そこだけ注意してください。ちょっと見てみますね、このカード。ワンド4全然悪くないじゃないですか。やっぱ人ってでもそういう時ありますよね。現実全然悪くないんだけど、一応なんかこうネガティブなことも想定してそれに備えておこうみたいな時ってあると思うんですけど、実際はものすごく未来に向けてのエネルギーも強いし、人間関係も全然悪くない。この人間関係っていうのは今だけじゃなくてその前からもうすでにいろんなつながりって出てきてると思うので、それぜひ楽しんでください。自分がこんなこと言っちゃったからうまくいかないなとか、全くそんなことないです。一時的に誤解を受けてもまた関わることによって誤解は解けるし、関われば関わるほど喧嘩をしたり揉めたりすればするほど実は自分というものをよく分かってもらえる、お互いの絆っていうのは強くなるっていうのがあるので、その一瞬誤解を受けたりとか一瞬揉めたりすることを恐れて回避しないようにしてくださいね。関わっていってください。コンタクトを取っていってください。その方がいいと思います。そしてどっちにしてもね、4月そうやってさっき言った水星の逆行とかあるんですけど、でもとっても4月3日の前後とかも優しいエネルギーがあるんですね。でこの優しいエネルギーっていうのを獅子座の皆さんはこうダイレクトに誰かから来るっていうよりも、なんかボワーンと優しいエネルギーに包まれているみたいな感じだと思います。ほわーんとしたなんか思い出した、昔あれ好きだったみたいな、昔そういえばあの時あの人こう言ってくれたことって本当はああいう意味だったんだみたいな、そういうなんかほわーっとした優しさっていうのが入ってくるよっていうのに言われています。でそういったことを思い出したりとかして、なおさら自分の中でやっぱりこうしよう、そうだ何も心配することなかった、こうしようって言って、なんかスパーンとね、なんか気持ちを切り替えて行動していってる感じがするんですね。ここでもその古いものを脱却して新しく進んでいくよっていう気持ちの切り替えすごく出てます。で何も自分をね止めるものはなかったっていうことに気がつくと思います。ですので非常にいい流れです。ただご自身がまだ自分のことをそこまで信じてないのかなっていうのだけが出てますね。はい、そうだね。ちょっとだけこのセルフセラピーカード見てみようかな。気をつけること。はい。自立というカードが出ています。やっぱ自立していくんですね、獅子座の皆さん。それは今この時いい後ろからの宇宙からのね後ろ盾がある時ですから、自分の力を信じてやっていってほしいです。そしてこれは例えばですけど、自分のことだけじゃなくて、獅子座の方って結構子育てとか部下とか面倒見がいい方が多いと思うので、そういったその他者のことも信頼してみてくださいね。いつまでも自分がずっと手をかけておくっていうことではなく、自立を促すようなサポートの仕方もきっとできると思うし、手を離したら大丈夫なのかこの子はとか思ったとしても、自分自身も変わっていかなきゃいけない。自分が自分の強さを本当に信じているならば、自分と関わっているその人にもその恩恵はいくはず。そして一緒にその人も私も自立していくよっていう流れができてくるんじゃないかなと思います。はい、対策は自分を許してっていうことで、自分を抱きしめてよしよししてあげてください。よくやってきたよって感じです。これはいつまでも自分を鼓舞してね、何か自分のお尻を叩くというのではなく、本当によくやってきたみたいな感じで自分に優しく許してください。そうすることによって宇宙から与えられるギフトは恵まれた才能ということで、やっぱ花開きますね。今この時期その一個超えていくっていうのは、本当に専門的なものを学んでいくっていうのももちろんいいですし、新しい世界に入っていくっていうね、足が遠くまで伸びる、手が遠くまで伸びるっていうこともあるので、やっぱりいいその環境的にも進んでいくんですね。そして最後は
ハイヤーマインドということでもう飛んでいってますね意識的には飛んでいってる。すごく自由な感じです。いい感じ。ちょっと最後にね、1枚だけちょっとオラクルカードを引きたいなと思います。春らしく、春らしいカードなのでちょっと見てみようかなと思います。獅子座の皆さんね、これかな。はい、メディテーションというカードが出ています。これね、このカードを見てご自身がもし何かインスピレーションが湧くならそれも一つのメッセージですから、ぜひ受け取ってください。そしてどんなメッセージを自分で感じたかもよかったらコメントで教えていただけると嬉しいんですけども、私が感じるのはやっぱり物事って一直線上じゃないんだなっていう感じがします。いろんな可能性っていうのがうねりながら重なりながら物事が進んでいく。でそのところどころでたくさんの光を放っていて、その一つだけじゃない、喜びは一つだけじゃないし、可能性も一つだけじゃない。まさに今自分の中の可能性の扉が開こうとしていて、それをゆっくりと自分で確かめている。そしてこの開いていくこの可能性っていうのは本当に未知なんだよって言われてる気がしますので、いろんな可能性を紡いでご自身の素敵な現実を作っていってください。ということで今回ここまでにしておきます。また4月にね、新しい動画をアップしていきたいと思います。ということでいい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。